皆さんこんにちは、ぶらり鉄旅チャンネルです。現在東急田園都市線の中央林間駅に来ております。というのも、実は途中から田園都市線から分岐して違う路線に行ってしまう列車があるようです。路線図がありました。田園都市線をたどっていくと、途中からオレンジの路線が分岐していくようですね。二子玉川からは全然違うところを走って、最終的に大井町駅に着くようです。というわけで今回は大井町線直通の急行に密着していきます。大井町線最速達種別の急行は毎時6本あり、日中はそのうち3本が大井町線直通列車になっています。通過駅もたくさん設定されているようです。中央林間駅は地下駅ですが、すぐ地上に出てきます。今すれ違ったのは田園都市線の各駅停車ですね。田園都市線は10両編成ですが、大井町線直通列車は7両編成の関係上、普段の列車よりは混雑しがちです。この大井町線直通列車は2006年に定期運行が始まりました。当時は各駅停車だけで5両編成で運転されていたようです。今の運行形態になったのは2019年とのことで、比較的最近走り始めた列車ですね。間もなく最初の停車駅である南町田グランベリーパーク駅に到着です。東京都最南端の駅はなんとこの駅のようです。たくさんの人たちがホームで待っています。10両編成が止まれるホームに7両編成が止まるということで、並ぶ場所を間違えると大変ですね。次の停車駅は鈴掛台、つくし野を通過して長津田です。鈴掛台はカーブの途中に駅があって、スピードを落としながらの通過です。つくし野を通過すると大きく左カーブして長津田駅に到着します。ここ長津田には東急電鉄長津田検車区があって、当駅を始発、終着にする列車も設定されています。左下に見えましたかね。このカーブした線路の下には JR 横浜線が走っていて、それを乗り越える形になっています。線路がたくさん敷いてあっていかにも拠点駅といった感じがします。これらに加えて、子供の国線という路線も乗り入れています。まだ乗ったことがないので乗ってみたいですね。次の停車駅は青葉台で、途中で棚を通過します。起伏が激しいですが、新しい路線だけあって線形は比較的良いです。鉄道をきっかけに畑だらけだった場所を切り開いて、今では高級住宅街のイメージがすっかり定着しているのが驚きです。ここ青葉台駅は他路線と接続しない東急の駅の中で一番乗降人員が多い駅です。この駅に到着すると車内はかなりの混雑になっていました。ここで疑問なのがなぜ大井町線直通列車が存在するのかですよね。その背景には、田園都市線の混雑が関わっています。田園都市線は住宅街と都心を結ぶ性格上、都心側の渋谷駅では積み残しが発生するほどの混雑が頻発していたようです。そこで東急は、大井町線をバイパスとして利用してもらうことで、なんとか渋谷駅の混雑緩和を図ろうとしました。大井町線も昔は5両編成で各駅停車だけが走る路線でしたが、今では7両編成の急行列車が走れるように設備が改良されています。このような混雑緩和の一環として、大井町線直通列車が設定されているようです。さて、列車は藤が丘、市が尾、枝を通過してあざみ野に止まります。あざみ野駅には横浜市営地下鉄ブルーラインも乗り入れています。地下鉄に乗れば横浜や関内方面に楽に行くことができます。あざみ野、多摩プラーザ、鷺沼と3駅連続停車をします。ここ鷺沼といえば、
直通先の半蔵門線の車両基地があります。右手に紫色の電車が見えております。もともと東急の施設だったようですが、半蔵門線が線内に車両基地を作れなかったためここを譲り受けたそうです。この電車は大井町線直通急行大井町行きです。This is the express bound for 大井町 on the 大井町line。次の停車駅の宮前平はホームドアがかなりドアから離れて設置されている特徴があります。当時田園都市線には6ドア車が走っていた名残のようです。ぜひ注目してください。宮前平を通過するとすぐに宮崎台を通過します。電車とバスの博物館の最寄り駅ということで、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。ちなみに車内はかなり混雑しています。ほとんど降車がなく乗車のように感じます。溝の口を発車しました。ここからは線路が4本並ぶ複々線区間となっています。大井町線の分岐点は二子玉川ですが、案内上ではここが終点とされています。大井町線には2種類の各駅停車があり、それぞれ青確定、緑確定と呼ばれています。青確定は現在通過中の二子新地と次の高津に停車しますが、緑確定は確定にもかかわらずこれらの駅は通過します。実はこの4本の線路のうち外側が田園都市線、内側が大井町線と完全に分けられているようで、これらが運行上の制約になってくるのではないかと思われます。お乗り換えです。出口は左側です。二子玉川の次は自由が丘に停まります。というわけで二子新地を通過して、田園都市線区間で最後の駅の二子玉川駅に停車します。大井町線につながる線路は内側ですので、駅の手前で内側の線路に入っていきます。立派な商業施設や楽天の本社もあるこの駅ですが、昔は二子玉川園という駅名で遊園地が近くにあったようです。この電車この先大井町方面に参ります。三軒茶屋渋谷方面ご利用のお客様はお乗り換えをお願いいたします。向かい側4番線です。渋谷方面に向かう方が多かったのか、ここで半分ほど下車しました。先ほど多摩川を渡っていよいよ東京都内区間となります。大井町線の線路は大きく右手にカーブして、二子玉川の町全体を覆うように走行します。大井町線急行列車は大井町から溝の口間の16駅中6駅しか止まりません。大井町線は昔5両編成の各駅停車だけが走っていた、こじんまりした路線だったところを、無理やり7両編成の急行列車が走れるように改造した路線で、カーブも多く駅の構造などもかなり強引な印象があります。さて、上野毛、等々力、小山台、本仏と初めてだと読みにくい駅たちを通過しまして、自由が丘駅に停車します。自由が丘駅は東横線との乗り換え駅で、多くの利用客がいます。もともとは東横線学本仏駅という名前の地上駅が先に存在しましたが、大井町線開業のために東横線を高架化した歴史があります。列車はホームに進入中ですが、目の前の踏切は開いています。もちろん安全装置があるので問題はないでしょう。緑が丘を通過して、次は東急目黒線との乗り換え駅である大岡山です。2面4線の地下駅で、同じホームで乗り換えできる構造になっています。昭和初期には貨物用のホームがあったようです。多摩川で取れる砂利を運んでいたんでしょうか。北線属を通過して次は旗の台です。旗の台駅は大井町線では貴重な退避ができる駅で、ここでは急行と各駅停車の接続が行われています。
また池上線も乗り入れていて、五反田や蒲田方面にもアクセスできます。江原町、中延、戸越公園、下新名を通過して、間もなく終点の大井町です。ここまでで田園都市線、東横線、目黒線、池上線とたくさんの乗り換え駅がありましたね。大井町線のバイパス機能によって、それぞれの路線の混雑を分散させることが可能となっているわけです。そう考えると東急の路線網はかなり充実しています。大井町駅では行き止まりにぶつからないように、ゆっくりとホームに入っていきます。というわけで無事に大井町に到着しました。休日の夕方に撮影してこれですので、混雑時間帯にはもっと混むのでしょう。Qシートなど新たな取り組みも今後続いていくであろう目が離せない大井町線でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。